はい、こんにちは、梅野です。本日はソメイヨシノ以外の桜、緑色の行以降を撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここから撮っていきます。ここの行以降の桜が、上から垂れてきてまして、で桜の下のところに葉っぱがついてますので、ちょっと面白いかなと思ったのでここを撮っていきます。で行以降はちょっと緑の桜なんですけれども、枯れる寸前になってくるとピンク色も混じってきますので、この行以降は緑とピンクが混じって綺麗だったのでここを選んでみました。で横構図で撮ってしまうとこの余計な枝とかが入ってきますので、縦構図で切り取って撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。花びら全体にピントを合わせていきたいので F 値は 6.3 まで上げて撮っていきます。シャッタースピードは400分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。で露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はお花のど真ん中にピントを合わせてまして、でど真ん中でもこう手前の方じゃなくてちょっとこう埋まっているところの辺、奥の方ですねにピントを合わせてますので、手前から奥の方までピントが合うような位置に合わせています。縦構図で切り取ったことで他の余計な枝とか草とかそういうところが入らずに、取りたいところだけ切り取って取ることができていると思います。F 値 6.3 にしましたので、手前の方から奥の方までピントが合っているのと、後ろの方にある葉っぱは微妙にボケてくれていますので、桜の花がこう手前に来ている、浮き立っているような感じに見えるかなと思います。で光がサイド光で当たっていますので、花びらにもハイライトの部分と暗くなっている部分といろいろできましたので、立体感も感じるかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。まだ咲いたばっかりで緑色が強い桜がありましたので、ここを撮っていきます。でここもさっきと同じでサイド光で光が当たってますので、桜の右側に光が当たってまして、で左側は暗くなってますので、この光のグラデーションも表現できるかと思います。で背景が、ガラス張りなんですけれども、ここだけを切り取ることで、背景の暗さと光の明暗さを表現できるのと、で下の向こうの建物の色が入りますので、暗いながらも華やかな写真になるんじゃないかなと思いますので、ここを撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。手前の桜にはピントを合わせつつ、背景はボケさせていきたいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は桜の手前の方にピントを合わせてまして、奥の方がボケるような位置にピントを合わせています。構図はシンプルに日の丸構図なんですけれども、サイド光で光が当たっていて綺麗なのと、桜の枝の根元の方ですね、そこも光が当たってますので、こっちから光が当たっているっていうのがより強調できているんじゃないかなと思います。で左側の背景は暗くて、下のところ奥の建物の反射している部分が入っていますので、全体的に見ると暗めの写真なんですけれども、いろんな色とか光があって華やかな写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は標準ズームに変えて撮っていきましょう。ここの桜を撮っていくんですけれども、背景に注目するとあそこに建物があります。でこれを立ち位置を変えていくと、ちょうど桜の前の辺に立つと上が三角になると思います。で背景を三角構図で使いつつ、この桜のお花をそこに合わせることで
ダイナミックな表現ができるかなと思ったので、こっから標準の35mm 付近で撮っていこうかなと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の桜の木と背景の建物にもピントがあってほしいので F 値は 7.1 まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は手前の桜のど真ん中付近にピントを合わせて撮っています。そうすることで桜にはピントがしっかりあって、背景の建物は多少ピントがずれていても三角っていうのが分かればいいので、そこにピントを合わせてみました。背景の建物は角っこから撮ることで三角構図として使うことができています。でその三角構図のラインに沿って、桜を配置してますのでダイナミックな表現ができたんじゃないかなと思います。桜のシーズンはずっと曇りで背景が真っ白だったんですけれども、今日は青空でしたのでこの建物の三角のラインがより綺麗に出てくれたので良かったかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここのお花が綺麗だったのでここを撮っていきます。左側に葉っぱがあって葉っぱが曲線を描いているのと、でこっちが葉っぱでここにポツンと光が当たっている魚意光の桜があったので、この配置が綺麗かなと思いましたのでここを撮っていきます。でパッと歩いてて、綺麗やと思って撮ろうと思ったんですけれども、背景が建物があって、柱があったりしてちょっとごちゃごちゃしてしまうんですけれども、その中でも背景を探してあげて、でここやと後ろに桜の花がいっぱい入りますので F 値を下げることで背景の方の桜を玉ぶけにして使っていこうかなと思います。そうすることで、この光の明暗さも表現したいんですけれども、全体が暗くなりつつの、後ろに明るい光が入りますので暗いながら華やかな写真できるんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の葉っぱとか桜にピントを合わせつつ、背景は桜をボケさせて光の要素であったりとか玉ボケとかして使っていきたいので F 値は5に設定しました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。桜の色が緑なんですけど白寄りの色なので明るくなりすぎるかなと思ったので露出はマイナス 0.7 に下げて速攻モードはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は右側の光が当たっている桜にピントを合わせて撮っています。そこに合わせることで同じ位置にある左側の葉っぱにもピントがあって、そこから後ろは背景がボケていきますのでここに合わせてみました。で被写体は日の丸構図の位置に配置してまして、左側の葉っぱの曲線と右側の光が当たっている桜をど真ん中に写して何が撮りたかったのかがすごい明確な写真になったかと思います。でサイド光の木漏れ日で光が当たってますのでハイライトの部分とシャドウの部分がすごい小刻みにありまして、光の陰影の美しさが出た写真になったと思います。背景はガラス張りだったんでいまいちな背景かなと思ったんですけれども、後ろの方に桜が入る位置を探して光の要素として使ったことで、暗い写真なんですけれどもちょっと華やかな要素を出してくれたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はこの桜並木を撮っていきましょう。ソメイヨシノに比べるとピンク一色じゃないのではっきりとした桜並木になりにくいんですけれども、なので今回は反対に桜の並木を副題に使って撮っていきます。桜が咲いている季節は春になりますので、足元を見るとタンポポが咲いてまして、でタンポポのこの綿毛もありますので、こっちをメインにピントを合わせて背景を桜並木にしていきましょう。
でカメラをローアングルに構えて、で横構図で撮ってしまうとこっちの建物とかも入ってしまいますので、縦構図で切り取って撮っていきまして、画面の左具合にタンポポを入れて撮っていきます。で桜の並木はですね、ここの道のラインと並木のラインでこっち側のラインがありますので、パースが効いた写真になってくれますので、結構ダイナミックな雰囲気になると思います。はい、カメラの設定していきます。ここは手前のタンポポにピントを合わせつつ、桜の並木の感じも出したいので F 値14まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは50分の1秒出てるんですけれども、焦点距離がだいたい24から28ミリの間で撮っていきますので、手ぶれしないので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は左下のタンポポの綿毛の部分にピントを合わせて撮っています。F 値を上げて撮ったことで結構手前の方にピントを合わせてるんですけれども、桜並木がはっきりと分かるぐらいに背景にもピントが合っています。構図は3分割の構造を使って左下の交差点にピントを合わせたタンポポの綿毛の部分を配置していまして、背景の部分は桜並木のラインと道のライン、これがパースの線になりまして、奥行き感を感じる写真になったかと思います。で下の方にも黄色いタンポポとか他にもタンポポが入ってますので、タンポポと桜と青空とで草の新緑と入りまして、春の季節を感じる写真になったんじゃないかなと思います。はい、本日は緑色の桜魚意光を撮りに来ておりました。去年も実は来てたんですけれども、曇りやったので白いお花と曇り空が一体化してしまって綺麗に撮れなかったんですけれども、今年は青空になりましたので綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。で桜といえばソメイヨシノが一番有名かなと思うんですけれども、こういう他の桜も結構綺麗ですので、近くにあればですね、ぜひ撮りに行ってもらいたいなと思う桜の花になっています。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。